この見積もり根拠あるの？上司のその一言で俺は固まった。目の前にはサプライヤーのみ積もり書が1枚。高いのか安いのかそれがわからない。見積もり査定って一体何をどう見ればいいんだ？俺は柏木小23歳、電機メーカーの調達部で2年目。毎日見積もり書とにらめっこしている。隣の席の田中先輩は見積もり書をパッと見るだけで、この加工費ちょっと高いなと言い切る。まるで数字が語りかけてくるみたいだ。俺にはただの数字の羅列にしか見えないのに。正直見積もり査定って値切ることだと思ってた。もうちょっと安くなりませんかって頭を下げる交渉。でも先輩の査定を見ていると何かが違う。先輩は値切っているんじゃなくて数字の意味を読み解いている。目利きは才能なのか、それとも。見積もり査定とは見積もり書の価格が適正かを検証する仕事だ。俺は思い切って田中先輩に聞いてみた。先輩、見積もり査定って何を見ればいいんですか？ただ値段を下げることじゃない。調達には購買5原則がある。適切な取引先、適正な品質、適切な数量、的確な納期、そして適切な価格。価格だけを切り出して安けりゃいいでは見落とす。見積もり査定の本質は持続可能な妥当価格を見つけること。ただし今はその見極めが格段に難しくなっている。じゃあなぜ今このスキルがかつてなく必要なのか。2015年の春闘賃上げ率は平均5点に 5%。 1991年以来34年ぶりの高水準だ。人件費が 5% 上がっているのに前年比 2% 削減はもう通じない。アルミ地金もキログラムあたり500円に達し、材料面でも逃げ場がない。今の時代に必要なのは論理と根拠で価格を語れるスキルだ。先輩がうなずいた。じゃあその方を教えてやるよ。見積書の地図を手に入れよう。見積書の数字は4つの層でできている。第1層は材料費。製品を作るための原材料コストだ。材料費は歩止まりで変わる。同じ鋼材でも加工方法でロスの量が全然違うんだ。なるほど、加工方法で原価が変わるのか。第2層は加工費。加工時間×チャージレートで決まる。チャージレートとは1時間あたりの人件費足す設備費のこと。近年の賃上げを受けて製造業のチャージレートは確実に上がっている。ただし設備償却が終わった古い機械なら交渉の余地もある。バラバラだった数字が俺の頭の中でつながり始めた。第3層は管理費。工場の固定費や営業費用だ。正直管理費の実態はサプライヤーにしかわからない。第4層は利益。サプライヤーの営業利益だ。製造業の営業利益率は平均 5.7%、3から 7% が健全ゾーンだ。15% 超なら根拠を問うべきだし、3% 未満なら安すぎないかを疑う。この4つの層が頭に入ると見方が変わる。どの品目が高いかという問いが立てられるようになる。でも俺にはまだ一つ引っかかることがある。先輩の目利き、あれは結局才能なのか。帰り際思い切って聞いた。先輩、あれって才能ですか？目利きの正体は才能でもセンスでもなかった。長年蓄積されたデータの比較表が頭の中にあるだけだ。つまり型があるんだ。その型とは3つの査定アプローチだ。1つ目はコスト比較法。複数サプライヤーの相見積もりだ。2つ目はコスト積算法。図面から論理的に原価を算出する。3つ目は市場価格比較法。過去実績や相場との比較だ。初めての人はまず相見積もりから始めるのがいい。ここまで聞いてよしやってみようと思えただろうか。実は多くの新人バイヤーの最大の障壁は知識不足じゃない。心理的な怖さだ。見積もりの中身を聞いたら失礼？知識不足がバレて足元を見られる？でも実は優秀なサプライヤーほどコストの中身を理解しようとするバイヤーを高く評価する。翌日俺は初めてサプライヤーに質問してみた。この工程どんな設備を使っていますか？意外にも相手は丁寧に教えてくれた。見積もりの中身を問うのは値切るためだけじゃない。払うべきコストを認めることも仕事だ。2016年生成 AI を使った見積もり査定の自動化が急速に進んでいる。 AI は見積書の費目を自動抽出し、異常な費目をフラグ立てする。でも AI の分析結果に本当かと問えるのは人間だ。基本の型を持つバイヤーが
AI を相棒として使いこなす時代だ。じゃあ明日から何をすればいいか、3つのステップで示そう。ステップ1、見積書を1枚開いて4つの品目を探してみる。ステップ2、担当品目の材料の今月の市場価格を1つ調べる。ステップ3、次の相見積もりで共通フォーマットで内訳を求める。どれも明日からできることだ。査定の型を手に入れた先には実際の交渉が待っている。サプライヤーは敵じゃない、一緒にものづくりをするパートナーだ。適正な利益を認めながら共に成長できる関係を作る。それが見積もり査定の本当の仕事だ。このチャンネルでは調達のリアルを毎週お届けしています。高評価とチャンネル登録で応援よろしくお願いします。